こんにちは、ルソレルです。今回はチューリップの球根を植える動画です。去年は買うのが遅くって目出し球根やったんですけど、今年はちゃんと買えました。チューリップ以外にもクロッカスとネモフィラも一緒に植えます。今回は植えるだけでその後の成長した映像っていうのはありません。1ヶ月後はこちらですって軸を歪めてくれる構成の動画が好きなんで、なるべく私もそうしたいって思ってるんですけど、今回はちょっと春まで待てませんでした。どの品種をどの鉢に植えるか考えます。同じ品種は一鉢に寄せ植えようと思ってるんですけど、思ったよりも球根間のスペースを取らないとあかんので、結構大きい鉢が必要ですね。でもうちにはそんなに大きい鉢がないんで、ちょっと救急で過ごしてもらいます。来年はもうちょっと球根の数を減らします。なんとか鉢が決まったんで植えていきます。今植えている球根はホームセンターで購入しました。日陰でも咲くってあったんで、室内で育てるのにいいかなと思って買ってみました。去年は球根のお尻に水が溜まって枯らしちゃいました。なので次は土の上に球根を全部出して育ててみようって思ってたんですけど、調べてみてもその育て方をしてる人がもう一人しか見当たらなかったんで、とりあえず今回も普通に植えてみようと思います。球根が埋まってる方が見た目も好みなんで、出さずにうまくいくなら万々歳です。もし今年もうまくいかんかったら来年こそは試してみようと思います。5鉢目でセラミスが足りなくなっちゃいました。足りるやろってのんきに思ってたんですけど、根っこがない分いつもよりかなりたくさんセラミスがいりますね。追加で用意しました。今うちにあるセラミスはこれで全部なんですけど、もしかしたらこれでも足りないかもですね。クロッカスも植えます。このクロッカスは球根間を5センチ開けるってあるんですけど、5ミリぐらいしか開けれませんでした。適当にも程がありますね。やっぱりセラミスは足りませんでした。近くのオーガスタからもちょっと拝借したんですけど、それでも全然足りませんね。後日買い足します。ネモフィラも植えようと思ってるんですけど、セラミスを使い切っちゃったんで、セラミスを振るった時に出るちっちゃいサイズで植えてみようと思います。案外種にはこれくらい細かいセラミスの方がいいかもしれませんね。3号ロングの鉢にはうまくメッシュテープが貼れなかったんで、不織布タイプの水切りネットを使いました。根っこが伸びてきた時にストッキングタイプの水切りネットは結構根っこと絡んだんですけど、不織布だったらどうなんでしょうね。あんまり絡まんといてくれると嬉しいんですけど、絡んだとしてもストッキングタイプよりはピリピリって剥がせそうな気もしますね。というわけで春に向けていろいろ植え付けが完了しました。今は全く画面映えしてないですけど、満開になってくれることを願って春を待ちます。